おしっこちゃん。学校は給料を出したばかりじゃない？なんでまた賞味期限ギリギリのパンなんて食べてるの？赤ちゃんが生まれたらもっとお金かかるんだよ。今はできるだけ節約してるの。賞味期限ギリギリでもお腹は膨れるし。ありがとうね、あなたが学校に掛け合ってくれなかったら。休学して学校で働くことなんてできなかったわ。そんなに頑張ってるのに。子供の父親は？彼女が父親が誰かなんて知るわけないでしょ。寝た男が誰だかすら分かってないんだから。おしっこちゃん、探したぜ。今日は大物が学校に来るんだ。校長が特に言ってた。校舎をきれいにしろって、なのに。こんな汚いものを見落としてたなんてな。連れて行け。何するの？彼女を離しなさい。うせろ。あなたたち。学校のイメージを損なわないためにも、この婚前妊娠で、父親もわからないゴミは、トイレにでもこもってな。お腹がすごく痛い。出血してる。大丈夫なの？ただの口の聞けない女だろ。どうせ命の価値もない。親父が情け深くなかったら、あんなのが俺たちのクラスメイトになれるわけないだろ。助けて、私の赤ちゃんを助けて。その手を離せよ。常安グループの社長をお迎えする道を邪魔するな。お前ら二人、ドアに鍵をかけて。あいつが外に出て、大物の気分を台無しにするんじゃねえぞ。カシズ社長。学校にビルを何棟も寄付してくださるんですって。学校中で噂になってますよ。今やあなたは、内教科大学の有名人ですよ。すでにあなたのお名前とお写真は、撤去させていただきました。何？そんな見せかけの派手なものは、学長が他の誰かに残しておいてください。俺には必要ない。はいはい、承知いたしました。赤ちゃん。ごめんね、ママが悪かった。あなたを無事に、この素敵な世界に迎えることができなくて。あなた、一体誰なの？もし、あなたがまだこの世にいるのなら、私とあなたの赤ちゃんを助けて。誰の声だ？私のお腹が。この声、聞き覚えがある。私、売るつもりじゃないの。ただ、あなたを助けたかっただけ。トイレに誰かいる。さっき姫が言ってたよ。
あの口の聞けない子をトイレに閉じ込めたって。もし貸し社長に知られたら、学校にこんな風紀を乱す学生がいるなんて。寄付の話、パーになるだろうな。あのトイレ、ずっと使ってないから誰もいないよ。あいつだ。風社長。サプライズ。ジアンチング、今日はあなたの誕生日だよね。だから私たち特別にプレゼントを用意したんだ。絶対受け取ってね。失礼ね、一言も言わずに帰ろうなんて。あ、忘れてた。あなた、おしゃべりできないんだっけ？おしゃべりできない子にプレゼントをあげてるんだから。感謝して受け取るのが当然でしょ？なんで振り返って帰ろうとするの？ちょっとゲームをしようよ、こうやってね。学校の門を出て最初に会った男性の前で。この看板を見せて。それでプレゼントが完成するんだよ。やだ。家に帰る。私たちの誘いを断る勇気があるの？いいねのお父さんはこの学校の校長よ。あなたを退学させるのは一言で済むこと。お母さんが祈ってくれたブレスレットよ。良縁に恵まれて、子宝に恵まれるようにって。こんなアレルギーなんだ。医者にも診断書もらった。こんなもの、いらない。母の気持ちも大ごとに。せめてお義母さんを喜ばせてあげてよ。それに。信じる者は救われる。早くつけなさい。来た来た。降りてきたのは貸津社長。常安グループの創業者だ。行くわ。どうしたんだ、目も見えないのか。貸津さん、この女が触ったのに何もないなんて。これで面白くなってきた。貸津社長は女嫌いだって聞いてたのに。しかも道徳感が高くて潔癖症だし。こんな小さい口の聞けない女にいきなり近づかれて。あの下賤な女、これからいい思いをするわね。さすが教科大学とはいえ、こんな恥知らずな女がいるなんてね。貸津さんがどんな人か少しは調べたのか。
お前みたいなのが近づける相手じゃないんだよ。すみません、わざとじゃないんです。ただ、お前、口が聞けないのか。金に困ってるんだな。丹武人、金を渡してやれ。まさか、カシズさん、何か間違えたんじゃないの？こんな女、見るからに気持ち悪いのに、構うことないでしょ。これから金に困ったらこいつを頼れ。自分を軽く見せるようなことはするな。うちは収容所じゃないんだから。黙れ。行くぞ。世の中にもこんな良い人がいるんだ。本当に下品ね。一体どんな妖術を使ったの？カシズ社長を誘惑するなんて。あの人をして、他の女と違う態度を取らせるなんて。6条。西風。4万、上がり。性一色、なんてひどい手なんだ。おばさん、少しお金をくれませんか？病院に行きたいんです。まだ金が欲しいって？今日どうしてこんなについてないのかと思ったら、お前みたいな厄介者がいたからだ。出て行け。どこまでも消え失せろ。お金を持って竜おばさんに見てもらいに行きなさい。もう麻雀はやめだ、行ってこい。ヒアオエイジング、今年で20歳になったんだろ？これからうちに嫁いで、うちの家の大柄な男の子を産んでくれ。うちのりの家は絶対に君を粗末にはしないからな。竜おばさん、私は一人で病院に行けます。この小娘、逃げようってんだろ。お前のおばさんがさっき、10万円でうちの息子の嫁に売り払ったんだぞ。うちの息子の嫁に売られたんだよ。行きません。あなたの息子は頭がおかしいんです。この小娘め、お前が口の聞けない女だって文句も言ってないのに。よくも俺の息子をけなす気だな。行け。うちの息子と生米を炊き上げてしまえば、お前がおとなしくなるかどうか見てやる。さあ行け。この小娘め、よくも私に噛みついたな。ぶっ殺してやるからな。あんたたちなんぼーっとしてるの。早く追いかけなさいよ。新秘書、運転して。乗りなさい。マジかよ、ローカシズ。この娘、明らかに下心ありげだぞ。まあ、彼女が乗るなら俺は降りるよ。じゃあ降りてください。あんた。新秘書、当先生のためにドアを開けてあげて。これは養母が持ってきなさいってくれた高アレルギー薬よ。あなたのアレルギーに効くって。
老化しずよ老化しず、今まで知らなかったけど。そんなに女に弱い男だったんだな。こっちが抗アレルギー薬で、あっちは美薬なんだよ、老化しず。待ってくれよ、老化しず。結構です。お水はいりません。なんだかすごく暑いんだけど。ちょっと待って、もしあなたがその気なら。秘書にでも頼んで女を連れてきさせたら？出て行け。当の坊ちゃん、どうして美薬を貸しず社長に？もう手遅れです。貸しず社長は全部飲んでしまいました。私は売ってるんじゃありません。何か誤解があるんじゃ？貸しず社長が美薬を盛られてしまって。でも、彼は女性アレルギーなんです。あなただけは平気なんですよ。だから、あなたしか彼を救えないんです。もし私が助けなかったら、彼はどうなるの？命が危ない。これは生死に関わる大事です。それに彼は善人です。舅母に売られるより、彼に抱かれた方がましよ。統制の言う通りだな。やはり目的が不純だったんだ。いつ薬を盛られたかは知らないが、もう追求する気はない。薬なんて持ってない。売春なんてしてない。ただあなたを助けたかっただけ。喋れるんだな。売春婦じゃないなら。なぜ断らなかった？口を聞かず同情を引くなんて、いい手を使うな。これは私の秘書の名刺だ。欲しい金額を直接彼に言え。
これはあなたの友人の数珠、代わりに返してくれないか。この大儲けのチャンス、まあ食わせてやったよ。私、彼に薬なんて持ってない。彼を助けるためにやったんだ。じゃあなんで無駄なジェスチャーしてたんだよ。ああ、金か、金が欲しいんだろ？そりゃあ、お前みたいな商売ならな。金の亡者だもんな。貸主社長はまだ女の味を知らないから。余分な金はチップだと思ってくれ。ご苦労さん。でもこれから俺の兄弟にまとわりつくなよ。当先生、ちょっと待って。どうしたんだい、お嬢さん。部屋の片付けで見つけたんだけど。誰のものかわからなくて、あなたのかな？部屋には他に誰かいたの？いないよ。もしかして彼女を誤解してたのか。彼女はあんな女じゃない。皆さん、前回の続きから始めますね。どうしよう、妊娠しちゃった。でも、中絶するお金なんてないし。子供を産んだらどうやって学校に通えばいいの？ジアンチングは？あのクソガキはどこだ？ここは教室です。どちらの保護者の方ですか？全く礼儀知らずですね。礼儀も何もない。言っておくが。ジアンチングはもう学校を辞める。今すぐ連れ帰って結婚させるんだ。あのクソガキがいるぞ。どけ。行くぞ。家に帰る。嫌だ。学校に行きたい。学校に行かないと将来がない。何が将来だ？なんで人を殴るんですか？調子乗ってんじゃねえぞ。いいか。仮に卒業したって、どんな仕事に就けるんだ？隣の王さんは家が立ち退きで金持ちになった。結婚すれば30万元の結納金がもらえるんだぞ。なんて親なんだ。子供の将来を金に変えようだなんて。先生、放っておいてください。ジアンチングだって結婚したがってるんだから。たとえ一生懸命働いたって。30万元なんて稼げっこないんだよ。この生徒さん。本当に先見の明があるね。お前みたいなのはどうせ学歴関係ない。王さんと結婚すれば人生変わるんだ。年は離れてるけど、金持ちなんだから。余生は食べるのに困らないぞ。おばさんがお前をダメにするわけないだろ。さあさあ。早く家に帰ろう。ほら行くぞ。妊娠した。この死に損ない、妊娠してやがった。王さんは、彼女が処女だと思ってこそ30万ですって言ってくれたのに。あの清楚そうな見た目で、もう母親になる身だなんて。やっぱり見かけで判断しちゃいけないな。父親は誰だ？その野郎は誰なんだ？わからない。男が誰だかわからないのに、体を許したのか。本当に恥知らずなクズ女だ。わからないんじゃなくて、誰の種かわからないってことだろう。遊びが派手だな。そうだよ。なんで妊娠できるの？恥ずかしいと思わないの？あの30万が。大学に行きたいんだって。このでかいお腹でどうやって通えってんだ？これからは一銭もやらん。さあ、帰るぞ。
先生、どうか退学処分だけは。これは私一人では決められない。学校に前例がないからね。こんなケースは初めてだ。とりあえず、中絶してはどうか。その上で、私が学校に掛け合ってみよう。両親は早くに亡くなった。この子は、私と血のつながりのある唯一の家族だ。いいえ、この子は下ろせません。先生、留学します。どんな道も選んだ以上は進むしかない。子供を産んだら、また勉強を続けます。そうしよう。風社長。その学生はすでに本校退学処分となりました。未婚の妊娠で父親もわからないなんて。おすすめしませんよ。関わらない方が身のためです。まさか、あの時の。カシズ社長、ご安心ください。このような、道徳的に堕落し、恋自身のない学生が、我が教科大学の名誉を傷つけることなど、絶対に許しません。カシズ社長、今日は寄付の話じゃなかったんですか？出て行け。この子は栄養失調に加えて腹部に強い打撃を受けてます。安泰は簡単じゃない。これからしっかり養生して。連絡先を渡したのに、なぜ彼女は連絡してこないんだ。私が破り捨てました。なんて言った？私にもわからなかったんです、あの時は。この女も他の女と同じで、あなたの要当てだと思ってたんです。でも、あなたの親友として、お母様の義理の息子として、しっかり見極めなきゃと思ったんです。まさか彼女が一銭も受け取らないなんて。金を受け取らなかった。新秘書にも連絡しなかった。じゃあなぜ俺に薬を持ったんだ。それ、私がやりました。お前が。あの時は抗アレルギー薬を取ろうとしてた。まさか美薬を間違えて取るなんて。それに車の中が暗すぎてよく見えなかったんです。その美薬もおばさまが渡したものです。薬なんて持ってません。売るために来たんじゃないんです。ただあなたを助けたかっただけ。本当にただ俺を助けるためだけだったのか。大丈夫ですか？あなた。助けに来てくれたのね。変だ、彼女は何も言ってないのに。なぜ彼女の心の声が聞こえるんだ。つまり、彼女は本当に口が聞けないのか。そして俺は彼女の心の中が聞こえる。助けに来たよ。本当に嘘じゃないの。私、売春婦じゃない。あれは私の初めてだった。あなたの秘書が美薬を盛られたって言うから、私しか助けられないって。それで、私。死ぬかと思った。助けて欲しかったけど、どうしてもあなたが見つからなくて。まあいいや。彼には手話が通じないし。ただの子供の父親でしかない。彼との関係はそれだけ。なんでこんなこと言ってるんだろう。お金がないんです。この病室、高そうで返せません。そのお金、返さなくていい。お腹に宿ってるのは貸付の子孫だ。安心しろ。貸塚全体がきちんと面倒を見る。それに常安グループ全体が、この後継者の誕生を待ち望んでいるんだ。丹人。ちょっと外に出て。
貸須社長、呼び出したのは俺を始末するためか。じゃあ、菅さんの体調が良くなるまで待つか。始末されたくなければ、何人か連れてこい。どういうこと？彼女は学校でずっといじめられて、かなり傷ついてる。この連中を俺の前に連れてこい。やるじゃねえか貸須社長、いきなり親バカモードかよ。さっさと行けよ。お母さん、あの数珠はどこでお願いしたの？特道の構想からいただいたんだよ。その方のものは特にご利益があるって聞いてね。この数珠はね、身につけるだけで子宝に恵まれるって保証付きなんだよ。すごく高いお金を払ったんだからね。もしかして、あの数珠のせいだったのかな？どうしたの？お母さんにお嫁さんを見つけてきたの？このバカ娘め。こんなにいい病室に泊まって、そんな金があるなら、なんでお前のおじさんである俺に少しでも孝行しなかったんだ。お金なんてないよ。私、病気なんだから。子供の父親がここに連れてきてくれたの。子供の父親？あの野郎が現れたのか。ジアンジング、原生魚。あの野郎、今頃になって現れるなんて。明らかに頼りないじゃない。そんな頼りない男に、ついて行ってどうするの？今、学校も行ってないんだし。中絶手術して、それから処女膜再生手術をすれば、まだ嫁に行けるんだから。彼がどんなに頼りなくても、あんたたちよりはマシよ。俺の拳を食らわない日が長すぎたんじゃないのか。そんな口の利き方をするなんて。ご家族の方、患者さんは休養が必要です。休養も何も俺は彼女の叔父だ。今すぐ連れて帰る。行くぞ。あなたたち。行かない。あなたは私の叔父じゃない。私を金に換えることしか考えてない。そんな親族なんていらない。このバカ娘、何を言っても聞きやがらないな。今日こそお前の腹の中の厄介者を叩き出してやる。ぶん殴ってやる。もっと強くやれ。やめなさい。病人をそんなに殴っちゃダメだよ。ふざけるな。ぶっ殺すぞ。腹の中の雑種を叩き出せ。この女を殴り殺せ。貸須社長、大変です。菅さんが危険な目に遭ってます。うちの家の恥さらしめ。このバイタが、もっと強くやれ。ぶっ殺すぞ。てめえは誰だ？何様のつもりだ？俺の女に手を出すなんて。あんたの女？大丈夫か？わあ、なるほどね。あんたがこのナンパ師か。甥っ子娘の腹を大きくした張本人だな。よくも俺を切りやがったな。お前、わかってるのか？俺はこのバイタの叔父だってことを。甥っ子娘の命を顧みず、執拗に殴り続ける叔父か。お前の叔父としての役目は、もう終わりだ。あいつは俺が育てたんだ。俺がどう扱おうと勝手だ。よそ者のお前に、とやかく言われる筋合いはない。まあ、あいつがお前の女なら、甥っ子娘が今、お前の子をはらんでるんだから。結納金30万、いや、60万払え。たかが60万で売り飛ばす気か。このナンパ師、大口叩きやがって。60万も持ってんのか。完成、よく考えなよ。この男に本当に金があるなら、とっくにいい暮らしさせてるはずだろ。連れ帰って贅沢させてるはずだ。退学させてバイトなんてさせないし、こんなに痩せこけたりしない。おばさん、見てるだけで胸が痛むよ。胸が痛む？よくそんなことが言えるな。私がこうなったのは、全部あなたたちのせいだ。
いい顔をしてやったのに、つけ上がるな。早く出て行け。誰が彼女に手を出そうというの？カシズ社長、遅くなりました。こんなに大勢のボディガードが。お金があるなら早く言えばよかったのに。なんで60万なんて言うんだよ。完成が10歳の時、彼女の両親は亡くなりました。私と彼女のおじが彼女を育て上げたんです。食事代は500万以上だ。あなたたちは私の両親の保険金を奪い取った。彼らが私に残してくれた不動産まで売り払った。大学まで面倒を見ると約束したのに。でも私の学費は段ボールを売ったり、アルバイトをして貯めたお金だ。それなのにご飯も食べさせてくれないし、家にも入れてもらえない。外で一日中凍えさせられて声が出なくなってしまった。彼女が以前、こんな生活を送っていたのか。この小娘、何をそんなにベラベラ喋ってるんだ。でも、幸い彼女は口が聞けないからな。どんな風に通訳しようが。結局は全部、私たちの言いなりさ。この金持ちの旦那さん、多分ね。手話が何を意味するかわからないでしょう。私が通訳してあげますよ。完成はこう言っています。私たちに500万の結納金をくれれば、この子を産む気になる。さもなければ、この子を下ろす、と。新秘書、この二人を外に連れ出しなさい。彼らが完成にしたことを、倍返ししてやれ。できればね。この手も、いらないだろう。私たちに手を出すな。私たちは完成の目上のものだ。話し合いで解決しようよ。暴力はやめてくれ。やめて。牽制。おじさんの助けを求めてよ。聞くな。ケンアオ。あなたはこれまで十分苦労してきた。これからは私が貸塚に迎え入れる。これからはもう苦労しなくていい。本当に美薬なんて仕込んでない。あの日は本当に助けたかっただけ。信じられないなら、秘書に聞いてみて。信じてる。本当に信じてくれる？私が生活のためにお金に群がる女だと思われたくない。裕福な暮らしを求めて、あなたにまとわりつくような女だと思われたくない。ケンアオ。あなたさえ。信じてる。老婆しず、里親が来たよ。貸塚の子孫を身ごもったあの小さな妊婦さんだって。噂では、名門の家は嫁に厳しいって聞くけど、ましてや。私みたいに貸塚の子を簡単に身ごもった女には、この子を下ろさせられるんじゃないか。聞けば、あなたは口が聞けないんだって。かわいそうに、あなたの事情はね。当日から全部聞いたわ。安心して。あなたはもう貸し付家の子を身ごもっている。もう貸し付けの一員よ。これからはね。誰の顔色も伺わなくていい。おじさんやおばさんにももういじめられない。里親さん、老婆しずの子を身ごもったって聞いて。嬉しくて口が塞がらないんだって。おばあさまは私を責めず、むしろ味方になってくれた。昔は、おじさん夫婦に厄介者扱いされて、私の存在を喜んでくれる人が初めてできた。ありがとうございます、お祖母様。どういたしまして。むしろ、あの高僧様に感謝しなくては。あの仏様の数珠のおかげでね。数珠。やばい、学校のトイレに置き忘れちゃった。あの数珠、きっととんでもない値段だったはず。あの数珠、
私がなくしちゃったんです。なんてことしてくれたの、この子は。私がなくしたのに、あの人、私の代わりに罪をかぶってくれた。ダメだ、自分のことは自分で始末しなきゃ。違います、お祖母様。あの数珠、私がなくしたんです。なくしたなら、それでいいのよ。あの数珠があなたを貸しず家に連れてきてくれたんだから。もうその役目は果たしたのさ。あなたこそが貸し塚の宝物なんだから。でも、あの数珠、きっと高かったでしょ？高くなんかないわ。ほら、数百円くらいのものよ。さすが貸し塚、桁が違うわ。数千万円のものを数百円だなんて。本当に。お前、やっとうちの嫁を見つけてきたんだから、罰としてな。今日からだ。うちのジアンジングの言うこと、何でも聞けよ。服もスカートも全部お前が洗え。ジアンジングの身の回りの細かいことまで。全部お前がやれ。了解しました。マジかよ、貸し津社長があんなことするなんて。あっさり承諾しやがった。うちのジアンチングは妊娠で大変なんだから。今日から羽ね。ただ、幸せな妊婦さんでいてくれればいいのよ。じゃあ、牽制をよろしく頼むわ。私は先に帰るね。奥様、こんにちは。献上。これはわざわざ本宅から厳選してきた使用人たちよ。それに、金メダル栄養士もあなたのために特別に雇ったの。貸し塚の子を身ごもるって、こういう感じなんだ。この金の塊が生まれるために、あらゆる寵愛を注いでくれる。でも、こんな生活、いつまで続くんだろう。献上。子供が生まれたら、あなたは元の生活に戻らなきゃいけないのよ。なんで彼女はそんな風に考えるんだ。小さい頃からずっと大切にされてこなかったから。お母さん、全部子供のことばかり。牽制のことについては。言われなくてもわかってるわ。剣聖、こっちに来て。下がって。さあ、座りなさい。これらは家の不動産よ。全部あなたの名義に移すように手配したわ。これはね、最近買収したデパートよ。あなたは体が重いから、完成に管理を任せておくわ。すべての収益はこのカードに振り込まれるの。好きなように使っていいわよ。それから、これらも全部あなたのものよ。今日退院するって知ってたから。前もって用意しておいたの。気に入るかしら。なんで泣いてるの？私は一生、嫌われ者で終わると思ってた。まさか、こんなに大切にされる日が来るなんて。お母さん、彼女は感謝しているのよ。感謝なんていいわ。あなたは貸し付けの嫁なんだから。私はあなたをね、完成と同じくらいに大ごとに思ってるのよ。逃亡が奥様に届けた擦り傷の薬です。1日1回、傷口に塗ってください。薬を塗ることは、これからあなたが担当しなさい。いいえ、私が自分でやります。そんなことできませんよ。
あなたの傷は背中にありますから、自分で塗るのは不便です。感性に塗ってもらいなさい。それはちょっと。何がちょっとだ。彼はあなたの夫でしょう。薬を塗るくらい、当たり前のことじゃない。そうでしょう、感性？はい、お手伝いしなかったら。きっとお母さんにこっぴどく叱られますから。うん。やっぱり私が自分でやります。本当にご迷惑はかけられません。私たちは夫婦だ。これからも、一緒にやらなければならないことはたくさんある。これくらいで恥ずかしがっていたら、赤ちゃんが生まれた後、どうやってあなたの面倒を見ればいいんだ。家のメイドさんにお願いできます。お母さんは、まずあなたに慣れてもらおうと。家の使用人たちに一日の休みをあげたのよ。この家で、私以外にあなたを手伝える人はいないんだ。心臓がバクバクして飛び出しそう。緊張すればするほど失敗するわね。県生。緊張しなくていい。私たちは夫婦だ。ゆっくり休んで。ちょっと出かけてくる。本当に妻なのかな？本当に何もない私を彼は嫁に迎えてくれるんだろうか？義理の姉さんをいじめたやつ、見つけたよ。ジアンチングさん。この数日後、ハンシェンがパーティーを開くの。何枚かドレスを選んでおいたから、一つ選んで参加してね。パーティー。私も行くんですか？でも、私はただの口の聞けない女だし、世間知らずだし。行ったら貸し付けの顔を潰すだけ。みんな私に優しくしてくれてるのに。やっぱり行かない方がいいわ。おばあ様、ビジネスのことはよくわからないんです。カシズ社長のパーティーはきっと大事なんでしょう。私はやめておきます。パーティーなんてあなたの足元にも及ばないわ。あなたはこの家の女主人よ。あなたが行かなければ誰が行くの？どれが好きか見てみて。確かにこの淡い色のドレスは綺麗だけど、でもなんだか。あの赤いドレスの方があなたに似合うと思うわ。うちのジアンチングは肌が白いから。赤いドレスだと、より一層映えるわ。このドレス、本当に素敵。でも、あんな大きな場で。私みたいな小さな口の聞けない女が目立たない方がいいわ。派手すぎる。貸し付けの人間はいつだって派手にやるのよ。これに決まり。
このホテルの内装、本当に豪勢だな。イーメイが連れてきてくれなかったら、一生ここに足を踏み入れることなんてなかっただろ世間知らずね。このホテルはカシズグループの傘下よ。カシズ社長が女性を招待したことなんて一度もないのに、今回は、私たちのイーメイを直接招待したのよ。きっと私たちのイーメイに目をつけたに違いないわ。それにね、たった2つの招待枠を。イーメイはね、もう未来の社長夫人よ。う。イーメイ、もし社長夫人になれたら、絶対に私たちのことも助けてよね。安心して、あなたたちは私とずっと一緒だったんだから。忘れるわけないでしょう。私が社長夫人になったら、私が一口食べるご飯があれば、あなたたちにも一口のスープは分けてあげるわ。イーメイ。アビボインジャジング先生が、なんでこのパーティーに来てるのよ。なるほどね。どうして学校の仕事を辞めたのかと思ったら、お腹の子の父親を見つけて、いい暮らしをしに来たんだ。待ちなさい。ジアンジング、先生さんたら、数日会わないうちに随分と偉くなったじゃない。私たち、昔のクラスメイトに会っても、挨拶もしてこないなんてね。彼女がどうして挨拶なんてできるわけ？女子大生が。自分の父親くらいの年齢の成金に取り入ってるなんて噂になったら、みんな笑い者よ。あの男、多分既婚で子供もいるんじゃない？愛人って、どんな気分？ちょっと顔がいいからって、金持ちにすり寄ろうなんて。年寄りはあの方面、ダメって聞くわよ。薬を飲まないとどうにもならないって。きっと大変でしょうね。よくも私を殴ったわね。年寄りのおじさんに守られてるからって。上流社会に這い上がれると思ってるの？教えてあげる。貧乏人は貧乏人よ。一生頭を上げられないのよ。この黙りやめ。イーメイはカシズ社長が直々にお招きになった方よ。カシズ社長は普段、どんな女性とも親しくしないのに、今回はね、直々にイーメイを招待したの。これはつまり、イーメイが、これからグループの社長夫人になるってことよ。それに引き換え、あんたは、イーメイの指一本にも及ばないクズだわ。この田舎者。カシズ社長の名を知ってるの？江城のプリンス様よ。そのお気に入りに逆らったら、命が10あっても足りないわよ。違うんだ。私は、やめて、もう言わないで。イーメイ、さっき手を痛めさせられたでしょ？じゃあ、私たちがしっかり教育してあげるわ。愛人女は愛人女、所詮は日の目を見られない存在よ。今日は天に代わって、あんたのお腹の子を下ろしてやる。でも、彼女の後ろ盾がいるじゃない。腰抜け。何かあっても私がついてるわよ。まだ逆らう？この顔をぶち壊してやる。カシズさんの地盤で騒ぎを起こすなんて、生き飽きたんじゃないの？私を蹴るなんて。私が誰だかわかってるの？誰だって構わないわよ。出て行きなさい。ガードはどこ？ただ立ってるだけじゃないの。この3人を追い出しなさい。からよを3方ともカシズ社長が直々にお招きになったご賓客で。こちらは、カシズ社長ご自身がお招きになった方です。学長のご令嬢で、グループの未来の社長夫人です。目が見えないの？すぐにカシズ社長に報告して、どう処分されるか見てなさい。あ、君たち3人か。いいわ。じゃあ、どんな名演技を見せてくれるのか楽しみだわ。そして、この社長夫人がどんな大活躍をするのかもね。覚えてなさいよ。行くわ。
お姉さん、大丈夫？橋津社長に頼まれてあなたを守ると約束したのに、やっぱり来るのが一歩遅かったわ。ありがとう。平気よ。あなたこそ用事があったら先に行って。私一人で大丈夫だから。わかりました、お姉さん。何かあったら連絡ください。じゃあ、先に失礼します。聞くところによると、今回のパーティーは、橋津社長がとても大切な人のために、わざわざ開いたんだって。もしかして、将来の社長夫人を発表するためじゃない？私だったらいいのに。現実を見てよ。橋津社長が誰も知らない天才だってこと。ここ何年も一切スキャンダルがないんだから。そろそろ結婚適齢期ってことで。お嬢様たちの中から夫人を選ぶつもりなんでしょ。じゃあ、私も頑張ってアピールしなきゃ。選ばれなくても。橋津社長に一目置いてもらえたらそれでいい。いいね、あなたって本当にラッキーね。橋津社長に気に入られて、パーティーに直接招待されたんだから。え？直接招待？橋津社長が女性を招待したことなんて今までなかったのに。ってことは、私たちのいい名の立場は、将来の社長夫人ってことじゃない。あら、このデブ妊婦はどこの奥様？奥様も何も、せいぜい愛人でしょ。未婚の女子大生が既婚のおじさんの子を妊娠して。うちの学校じゃ、もう評判最悪よ。愛人か、道理で若いのにこんなお腹。本妻を追い出そうとしてるんでしょ。こんな人間がどうやってパーティーに入れたのかしら。招待客の素性も調べないの？この女、家は貧乏で食うや食わずの暮らしなんだってさ。しかも口が聞けないんだって。年上の男のベッドに潜り込まなきゃ、一生。こんな上流の社交界には入れなかったのにね。まさか障害者だったとはね。彼女の後ろ盾の年上男性もよくあんな口にできるわね。きっと何か怪しい手を使ったに違いないわ。橋津社長がいらっしゃった。橋津社長、私は鎮火の令嬢です。父は白田地デパートのオーナーです。橋津社長。私は鎮火の令嬢です。父は征夷新能源の総裁で、御社と取引があります。私は放火不動産の令嬢です。橋津社長。いいめ、橋津社長が上で待ってるから早く行きなさい。橋津そう。すみません、シュウさん。橋津社長は女性アレルギーなんです。橋津社長の安全のためですから。どんな女性でも近づけるわけにはいかないんです。新秘書、このカーペットはいくらするの？このカーペットはアメリカのオークションで落としたもので、イタリアのデザイン大使が手作りしたものです。価値は$400万です。4という数字は縁起が悪いから、
周さんには2割引きで。そんな大金、私に払えるわけないじゃない。お金がなくても大丈夫です。借金証書にサインすれば、ゆっくり返せますから。柏津社長に気に入られたと思い込んでるんだろうけど、私から見れば。成り上がりたさに夢中になってるだけ、柏津社長は彼女に全く興味ないわ。自分が将来の社長夫人だなんて言ってるし、本当に笑えるわ。柏津そう。じゃあ、私を呼んだのはどういう意味なの？聞いたよ。柏津社長は身近な人が赤を着るのを一番嫌うんだって。あの子、絶対終わりだよ。入っちゃいけない世界に踏み込んだんだから。彼女のバッグにいる男、誰なんだろうね。多分、一緒に巻き込まれて大変なことになるよ。なるほど、柏津寛生は赤が嫌いだったのか。私、彼のタブーに触れてしまったんだ。じゃあ、彼は周恵美を始末したみたいに、私も始末するのかな。これ、柏津社長のタブーに触れちゃった。柏津社長の愛蔵品を壊した。この如意瓶3000万円もするんだって。彼女の家、あんなに貧しいのに。多分、130歳まで働いても返せないんじゃないかな。柏津社長、この女もあなたの花瓶を壊しました。賠償すべきじゃありませんか？すみません、わざとじゃなかったんです。こっちへ来い。法政に面倒を見させたはずだが。どうしてまた怪我をした？人秘書は柏津社長は女に近づかないって言ってたのに。あの顔を触るの、どういうこと？あいつがやったんだ。新特女。きれいに片付けろ。何なのよ。二人、どういう関係なの？何が起こってるの？柏津社長。これはどういうことですか？私の妻が、私の家の花瓶を割ったことに、何か問題でも。柏津氏グループ全体が彼女のものだ。仮に妻が別荘全体を燃やしたいと言っても、それは彼女の好みだ。え、奥様？あの人が柏津社長の奥様だって？じゃあ、お腹にいるのは柏津家のご子孫ってことね。さっき俺になんて聞いたか。どういう意味ですかってな。もちろん、お前を懲らしめるためだ。さっきお前が俺の妻に何発か張っただろ。それと同じ分はもう返した。でもな、人を殴ったその手は。これから使えなくしてやる。まさか。あんな女があなたの奥様なわけない。だってあいつ、口が聞けないんだよ。うちの奥様に手を出そうだなんて。死にたいのか。怖がらないで。これからは、誰もあなたをいじめられないから。引きずり出せ。あいつの父親の学長職は剥奪しろ。家族のコネも全部洗い出せ。この町から完全に追放だ。そしてこいつは、この足も使えなくしてから、江代から叩き出せ。了解。連行しろ。やめて。みんなのもの。この方は私の妻だ。
彼女を見るは私を見るがごとし。害する者は許さぬ。その結末は、あの女と同じになる。はっきりしたか？はい。彼、人前で私を妻だと宣言したなんて。これが愛されてるって感じなんだ。周洋って子、本当に可愛いよね。危うく殺されるところだった。貸津社長が本当に彼女を好きだと思ってたのに。これからどうしよう。もし男性が貸津社長に言ったら、私たちも彼女をいじめてたんだよ。それじゃあ、私たちも終わりだよ。父さんが貸津社長のパーティーに行くって聞いて、ちゃんと関係を築けって言われたのに。周囲美みたいな末路はごめんだよ。何を怖がってるの？完成は口が聞けないんだよ。貸津社長は手話もわからないし、彼女の携帯も壊れてる。彼女に何が告げ口できるっていうの？貸津社長、私たちは完成の同級生です。とても仲がいいんです。そうか。もちろんです。普段からすごく仲良くしてます。私、彼女の面倒をよく見てたんです。お世話を。トイレのモップ水を私の体にぶっかけたのは、私の面倒を見てくれてたの？私のズボンに赤インクをかけたのも面倒を見てくれてたの？私の口や髪に接着剤を塗りつけたのも面倒を見てくれてたの？彼女が私と知り合う前、こんなにもひどいいじめにあっていたのか。完成、あなた。そんなに感謝しなくていいよ。私たちがやるべきことだったから。君たちがあんなに私の妻の面倒を見てくれたなら、私も君たちに何か送ろう。ありがとうございます、貸津社長。うちは広告業をやってまして、ずっと御社とお取引したいと思ってました。うちは家具業界で、貸津社長ともぜひご一緒させていただきたいです。そんなに期待してるなら、その期待に依えてやろう。新アシスタント。彼らの会社の資金の流れを徹底的に調べろ。会社のすべての内情を洗い出せ。違法行為があれば、一網打尽にして警察に突き出せ。そして彼らは、学籍剥奪だ。江代から追い出せ。貸津社長、これはどういうことですか？君たちが僕の妻に何をしたか、本当に知らないと思っているのか。妻は口が聞けないけれど、君たちが好き勝手にでっち上げるわけにはいかない。僕の人間に手を出したら、これがその結末だ。外に連れ出せ。貸津そう、私。なるほど、今回の縁はわざわざ私のために開かれたものだったんだ。私の立場をはっきりさせてくれて。私をいじめた奴らを全部片付けてくれて。貸津寛生。あなたがこんなに優しくしてくれるほど、私はますますあなたに頼ってしまう。私たち、元踊り地別世界の人間なのに。私はどうすればいいの？寛生。君は僕の妻だ。僕はこの生涯、君だけを愛する。だから、思い切り僕に頼っていいんだ。妊娠中なのに、どうしてハイヒールを履いているんだ。今日はあなたのための縁なの。あまりにラフな格好をしていたら、あなたの顔に泥を塗るかと思って。それに、ヒールも高くないし。寛生、君は僕の妻だ。君が何を着ようと、君の立場は変わらない。これからずっと、
僕が君のそばにいる。園でのこと聞いたよ。よくやった。さすがは我が息子、お前の父の若い頃の風格がある。これ、全部私一人でやったんじゃないのよ。この切り紙細工も、この禁止の掛け布団も含めて、全部鑑賞が自分で選んだものなんだ。これがまさか菓子図鑑賞の趣味だったとは。なんて華やかなんだろ県政、外に対して。お前がうちの菓子塚の嫁だと言ってしまった以上、有責の話は、そろそろ日程に載せてもいいんじゃないか。う。お母さん、そんなに急かさないでよ。そうそう、県政がどう考えるかも見ないとね。県政、外に対して。お前がうちの菓子塚の嫁だと言ってしまった以上、有責の話は、そろそろ日程に載せてもいいんじゃない？お母さん、そんなに急かさないでよ。そうだね。県政がどう考えるかも見ないと。おばあ様や菓子図社長がここまでよくしてくださるのなら、彼と結婚するのは、一番正しい選択かもしれない。同意しました。じゃあ、良い日を選んで二人で入籍しよう。今夜、本当に菓子図社長と、一緒に寝るの？なんだか不思議な気分だ。あの夜は暗くてよく見えなかったけど、菓子図社長のスタイルってこんなに良かったんだ。ダメだ。私、妊娠中だし、医者にも特に言われた。あれはダメって。どうやって断ろう。何考えてるんだ。妊婦さんは良質な睡眠が必要だ。俺がソファで寝る。長期まずい。菓子図社長を誤解してたみたい。菓子図夫人、俺は自分の欲望のために。妻の身を顧みず、下半身で物事を考える男じゃない。そんなこと、できるわけがない。出産して、体調が戻ったら、ゆっくりやり直そう。なんだか私の考えを読んでいるみたい。戸籍はおじ夫婦が持ってるし、結婚するなら、取り戻さなきゃ。ジアンジングってそんな人間だったんだ。自分だけ拷問に嫁いで、おじ夫婦の死活なんて知ったこっちゃない。彼女のせいでおじが殴られたって噂よ。今も病院の前で治療費もなく寝たきりだって。あらまあ、家族がかわいそうね。恩知らずの子を育てちゃって。違う、そんなはずない。おいおい、みんな見てくれよ。不幸の命、ジアンジング。拷問に嫁ぐために、おじを殴ったんだってさ。でたらめだ。ジアンチング、やっと連絡くれたね。なんで勝手にデマを流すの？
お前が俺たちをブロックしたからだよ。金持ちになったくせに。俺たちはまだ貧乏なんだ。一口で500万だ。絶対に渡さない。長年、食わせて飲ませてやったのに、ただだと思ってんの？金持ちになったからって、貧乏な親戚を無視するなんて。いいか、今日中に金を払わなきゃ。付きまとってやる。こっちは時間はたっぷりあるからな。おいおい、みんな見てくれよ。不幸の名、ジアンチング。おい、誰か来てくれ。不幸の名、ジアンチング。俺たち夫婦は必死に面倒見てやったのに、なんてことだ。拷問に嫁ぐために、おじを殴ったんだって。ああ、誰か来てくれ。あいつだ。あの親不幸な命だ。治療費なんて一銭も出してくれないんだ。治療費がなくて本当に困ってるから仕方なくこうしたんだ。みんな私の言い分を聞いてくれ。あんたたちが私を売り飛ばしてお金にしようとしたくせに。ここでたらめを言うなんてひどいわ。金をよこせ。今日出さないことには。ここで居座るからな。ああ、情けない。本当に情けない。恩知らずだな。お金持ちの家に嫁いでおきながら。貧乏な親戚をいじめて、しかも殴りやがって。来るな。大丈夫。逃げ足は早いな。本当に病気かと思ったぜ。ああ、これも仕方なくて。みんな見ただろう。あの夫婦が私たちを。ここまで追い詰めたんだ。こんな状態なのにまだ許してくれないのか。あいつの手が私をボコボコにしたんだ。治療費がなくて仕方なくこうしたんだ。みんな私たちの言い分を聞いてくれ。何をでたらめ言ってるの。あんたたちが私の子供を下ろそうとしたくせに。それに年寄りの男に売り飛ばそうとしたんだ。あらジアンチング、こんな時になっても。私たちがあなたのお金持ちへの道を邪魔したって責めるの？どんなに虚栄心が強くても人を雇って、自分のおじさんを殴らせるなんてことできるわけ？名娘がそんなことするなんて。そうだよ、やっとの思いで育ててやったのに。今じゃ金持ちに嫁いで途端に知らん顔かよ。本当に恩知らずな女だな。違うわ。彼の言うこと信じないで。彼女が何を手話してるのか。全然わからないよ。そうだよ。彼女が言うには。あなたは彼女の子供を下ろそうとした。しかも彼女を年上の男に売ろうとした。カシズ社長はどうして知ってるの？私の手話の意味を。どうぞ手話を続けて。私が代わりに通訳しますから。10歳の時。あなた方は彼女の両親の保険金を横領して、彼女を育てると約束したのに、彼女を児童労働させて金を稼がせた。12歳の時服を洗い損ねただけで家から追い出し、彼女を口が聞けなくさせた。15歳の時借金返済のために、彼女が自分で貯めた学費を盗み、マッサージ店に売ろうとした。18歳の時こっそり彼女の大学受験志願書を改ざんし、挙句の果てにはな嫁代を稼ぐために。この子は本当に大変だったんだな。親の保険金を奪って、この子をまるで血の搾取対象のように扱うなんて、人間じゃないわ。このクソ女、ぶっ殺してやる。あ、
何する気だ。こんなに人が見てるんだぞ。まさか俺に手を出す気か。あんた、うちの奥さんが金持ちに嫁ぐために、わざわざお前をボコボコにしたって言ってたじゃねえか。どうやら、まだ殴り足りなかったみたいだな。新アシスタント。了解。これ、治療費代わりにしとけ。金、ははははは。こんなに大金。これで借金全部返せる。あら、最初からこうしてくれればいいのに、面倒なことにならなかったのに。戸籍謄本は、結婚用か？一口で500万だ。500万。頭おかしいんじゃないの？これ全部俺たちに。金はもう渡した。こっちの方はね。一発1万円、何発殴るかで決める。やめてくれ。行こう。車で待ってる。ジアンチング。ジアンチング、お願いだからあんたが謝ってよ。このままじゃおじさんが死んじゃう。なるほど。あんたたちにも怖いものがあるんだな。これくらいの怪我でギブアップか。じゃあ、あんたたちが私にしたことって？おばさんのせいだよ。本当に悪かったってわかってる。お前の両親が早くに亡くなって、おばさんとおじさんが育ててやったんだから。お願いだから、彼はお前の母さんの身の弟なんだ。お前の身のおじさんなんだよ。私のこれまでの人生、何度も同じような言葉で虐げられてきた。またその手か。飽きないの？他督軍の家で、奥様の戸籍謄本と、これを見つけました。ジアンゼミン。この人は、私に心臓を提供してくれた人じゃないの。これは父？違う。父は心不全で亡くなったはずなのに、どうして臓器提供なんて？ジアンチング。義父は、何が原因で亡くなったのですか？心不全です。二人を拘束しろ。話して。話せってば。話してよ。柏津社長、これは奥様のご両親の疾病保険契約書です。一体どういうことだ？やめて。早く話せ。この女が、ジアンチングの両親を殺せば、保険金が手に入るって言ったんだ。このバカ。私のせいにするな。あんたがギャンブルで借金まみれになったから。こんな方法しか思いつかなかったじゃないか。一体どんな方法だって言うんだ？
10年前、うちの亭主が100万の借金を抱えてたんだ。ヤクザが取り立てに押しかけてきてさ。あと1ヶ月猶予をやる。返せなかったら、お前の足を一本もぎ取る。わかったか？はい。行くぞ。どうしよう、これからどうすればいいの？このバカ女。早く何とかしろよ。マジで俺の足を、もぎ取られたいのか。あ。あわわ、ごゆっくり。ジアンジングの両親が、重病保険に入ってたのを思い出してさ。病院の医者とグルになって。先生、いかがでしょう？この偽の診断書を書いてくれれば、ことが済んだら。50万差し上げます。いや、60万。金はいらん。その代わりに、この人間の心臓をくれ。橋漬の一人息子、心不全で余命いくばくもない。適合する心臓が見つからずにいたが、こいつはぴったりだ。治せれば、橋漬のご老母がきっと俺を院長に抜擢してくれる。これで一石二鳥だろう。じゃあそういうことで、母は、よかった。お父さん。あの保険金を確実に手に入れるために、水に致命的な毒を仕込んだの。ゼミン。どうしてこんなに急に言ってしまったの？姉さん、一日中泣いて喉が痛いでしょ。少し水を飲んで。お母さん、お父さんが亡くなって、姉さんしかいないんだ。姉さん。お母さん、どうしたの？そんなこと言わないでよ、怖いよ。姉さん、どんなにだっても、ジアンチングをちゃんと育ててあげて。姉さん、しっかりして。姉さん。姉さん、本当に不憫だよ。私たちはジアンジングの母親が、心労で亡くなったことにして、薬を持ったことを隠し通した。道理で当時、解剖もせずに、あっさり火葬にしたわけだ。これ全部、お前たちの仕業だったのか。ジアンジング、何する気だ？ジアンチング、話せばわかるだろう。ケンアオ。お前はこれまで十分苦労してきた。これから殺人の恐怖に怯えて生きてほしくない。橋津社長、あの医者はもう確保しました。警察も向かっています。奴らは人を殺し、保険金まで騙し取った。警察がきちんと処理する。俺を信じてくれないか。ケンアオ。ジアンチング、お前の男はすごい権力を持ってる。助けてもらってくれ。銃殺はごめんだ。昔はお前の両親にもお前にも悪いことした。頼む。来世では牛や馬になって恩返しする。必ず恩返しする。お前を助けるだと？お前たちを殺してやりたいくらいだ。新秘書、残って処理をお願い。承知しました。胎児自体は問題ありませんが、奥様の情緒が大きく乱れています。今後は、
これ以上刺激を与えないでください。道理で、あなたが奥様にだけアレルギーが出ないわけだ。なんと。あなたの心臓は彼女のお父様のものだったのだ。これはまさに医学的奇跡だ。きっと、ご両親様が、天から娘さんをお守りになっているのでしょう。竹春。だから、彼女の心中が聞こえるんだ。多徳郡夫婦は、もう警察に連行されました。これからは、私が両親に代わって、君を守る。これ、君のご両親が残してくれた家だ。以前、多徳郡たちが金に変えようとしたが、今、私が買い戻して君の名義にした。礼なんていいよ。はい、お二人、もっと近くに、もっと。神父さん、頭を。新郎の方に持たせかけて。私の夫は、貸し図完成です。これは20年前の私が、夢にも思わなかったこと。私はてっきり、この人生は、おじ夫婦の縛りから抜け出せないと思っていた。でも、貸し図完成が現れた。彼と出会えたことが、私の人生最大の幸運。君と出会えたことも、俺の幸運だ。今まで助けてくれてありがとう。貸図社長夫人、口先だけの感謝じゃ足りないよ。じゃあ、何が欲しいの？それは、君が何をくれるかによるね。じゃあ、私がご飯を作ってあげる。それもいいけど。ジアンチング、いつになったらわかるの？男が本当に欲しいものは何かって。私、料理すごく上手なの。今までずっと私が作ってたんだから。何年もやってきたの。ジアンチングが僕と結婚したら、この手で誰にも使えなくていい。君はただ、安心して社長夫人でいればいい。風半身。結局、私にどうして欲しいの？キスしろ。キス。あの夜、まだ教え足りなかったみたいだな。キスすらできないなんて。貸図社長、私のこと嫌いになったの？あなた、何するの？あの夜、君はこうやって僕にしたんだ。気に入ってると思ってたのに。じゃあ、どうしたの？気に入らないの？男と女は違うんだ。体の作りが違って、女は妊娠する以外に。他に何が違うの？全部が違う。
これから、ゆっくり教えてあげる。カシズ社長、これってプロポーズ？いつ買ったの？糞を見つけたその瞬間から、この指輪を買うって決めてたんだ。ジェンチン。君には全ての最高のものを捧げたい。だから、僕と結婚してくれるか？これはね、あなたの嫁の無事を願うお守り。これは、まだ生まれぬ孫の健康を願うもの。これは安産祈願のお守り。それからこれらも。ねえ、奥様。もうこれだけ買い占められたんですから。本当に在庫が空っぽになりそうよ。マスター。前にここで求めた数珠をつけたその日。嫁も孫も授かったんです。本当にご利益があって。でもお金があってもそんなに使いすぎないで。これくらい大したことないわ。先生、もう一つ占って。うちの嫁はいつ産むのかしら。わかりました。今です。何？ジアンジングが産気づいた。車を病院に手配しろ。ああ、やっと帰った。あなたたち、何してるの？あら、安心してママ、おぎしさんには、最高の医者を手配したんだから、心配しないで。ゆっくり可愛い孫の誕生を待っててね。お母さんも赤ちゃんも無事で、女の子ですよ。母さんは、県生。調子はどう？思う。会いたい。娘に。話せるようになったんだ。母さん。彼女、話せるようになったよ。私。話せる。なんで？どうして話せるようになったの？私が占ってみたところね、これは天からの吉兆、呉服星の生まれ変わりよ。大吉の兆しだわ。奥様が話せるようになったのは、すべて呉服星様のおかげよ。ああ、よかった。お線香をあげてお参りしなくちゃ。私、3年間は菜食にするわ。もういいわよ、ママ。今一番大事なのは赤ちゃんを育てること。おぎしさんには無理だろうから、その責任は。ハンシェンが負うのよ。ジアンジング、あなたはしっかり体を休めて。私はもう、あなたの体を整える食材を、海外から空輸で手配したわ。赤ちゃんのことは、これからはハンシェンに任せなさい。
風さん、普段は子供が一番苦手だったのにね。私の知ってる風さんじゃないみたい。おばあさま。風帆船は仕事がたくさんあります。赤ちゃんのお世話は私がやります。そんなに仕事なんてあるわけないでしょ。家の金は使い切れないほどあるんだから、まだいくら稼ぎたいの？それに、家にはたくさん使用人がいるんだし。赤ちゃんの面倒を見る人がいないわけないでしょ。あなたの出番じゃないわ。ああ、風さんがどうやって子育てするのか見てみたいわね。黙りなさい。竹春、ここまで本当にお疲れ様。あなたにプレゼントを用意したの。このネックレス、先月のオークションで見たわ。その時、謎の買い手に落札されたのよ。どこの大物かと思ったら、お義母様だったんですね。道理でね。お義母様、これはあまりに高価すぎます。いただけません。まだ、お義母様って？開けてみて。ええ、それでいいのよ。このネックレス、全然高くないわ。私の嫁に贈るものよ。大したことじゃないわ。実は、出産してからほとんど育児をしてなくて、全部貸し図鑑生が頑張って面倒を見てくれてるんです。だから、この贈り物を受け取るのは、ちょっと申し訳なくて。あの子もなかなかやるじゃない。おむつ替えも覚えたし。哺乳瓶洗いやゲップ出しもね。彼にもプレゼントを用意したの。あら、お義母さん、カシズには何を用意したの？開けてみて。妻を愛する100のルール、良いパパになるには。お義母さん、この2冊、センスいいですね。老化地図。夫として、パパとして、まだまだ努力が必要だな。子供が生まれてからもうみこぜ、そろそろ私も、妻としての義務を果たさなきゃいけない頃かな。この期間、貸し図鑑生、かなり我慢してるんじゃないかしら。何考えてるの？まだ寝ないの？風帆船。ベッドに上がってこない？一緒に寝ようよ。貸図社長夫人、俺を誘ってるのか？そんなわけないでしょ。ただ、私たちも夫婦なんだから。当然、義務があると思うの。あなたの欲求の問題、分担するって。例えば。あ、からかわないでよ。もうみこぜすぎたけど、俺は男だ。けれども、野獣じゃない。焦るな、ゆっくり行くよ。じゃあ、なんでベッドに上がってきたの？奥さんが誘ってくれたんだ。こんな機会、飲ますわけにはいかないだろ。あなた、ただ抱くだけだ、何もしない。本当に？うん。カシズ鑑賞。だいぶ回復したから、私。学業を続けたいってことか。なんでわかったの？俺の妻だ、俺が知らないことなんてない。心配するな、入学の手配は済ませてある。明日から行け。そんなに早く？
なんでこんなに早く起きたの？毎日この時間に起きてるの？もちろん違う。朝5時に起きてトレーニングしてる。どうだ、一緒にやるか。やめておく。早く起きて朝食を食べなよ。学校まで送るから。朝一の授業ってこの世で一番恐ろしいものだよね。いい子だね。ハンセン、授業終わったよ。わかった。今すぐ迎えに行くね。なんだかまだ子供みたいだな。学校の送り迎えまでしてもらって。じゃあ、ちゃんと慣れてもらわないとね。これから毎日迎えに行くから。あの女、ジアンチングじゃん。学生時代に妊娠して子供産んでからまた勉強を続けたんだって。じゃなかったら、とっくに卒業してるはずなのに。まだ卒業もしてないのに男の子をはらんじゃったなんて。どうやら彼女のバッグにいる男はただ者じゃなさそうだな。結納金目当てで金持ちのおじさんと結婚したって噂だよ。それって売春と何が違うの？よくもまあ平気で学校に通ってられるよね。本当に恥知らずだ。あんな女のせいで学校の評判が地に落ちてるんだよ。まったくそうだよ。いい加減にしろよ。根拠もないのに。でたらめを言いふらすな。まゆさんにそんな口の利き方をするなんて。まゆさんはほど家の令嬢なんだぞ。お前みたいなおじさんに買われてる女子大生が。何を偉そうに吠えてるんだ。おじさんの味、そろそろ飽きたんじゃないの？まあ、お前みたいな女は気にしないだろうけどね。だって、お金持ちに取り入って、お嬢陽気取りしたいんでしょ？おじさんの変な趣味どころか、全身にでき物だらけの汚い野良犬でも、喜んで飛びつくんだろうな。ははは。見てよこれ。不届きな名、ジアンチング。拷問に嫁ぐために、なんと自分のおじを殴ったんだって。金持ちの親父に取り入るためなら、自分の身内さえ見捨てるんだから。あんたにできないことなんてないわね。いい加減にしなさいよ。聞いたわよ。うちの学校で見込んで妊娠した女がいるって。まさか彼女じゃないわよね。私がそんなことしたら、親に足を折られるわ。彼女には親なんていないのよ。両親はとっくに死んでて、おじ夫婦に育てられたの。ほんと恩知らずね。学校にいた頃から。評判悪かったし、金のためなら、学校の前で看板まで立ててたんだから。聞いたよ。うちの学校の男子で利用したやつ、結構いるらしいぜ。しかもな、あの手のサービス、超絶だったらしいぞ。でたらめ言うな。彼らの噂、すごくもっともだと思うわ。ペットテクが良くなかったら。どうして金持ちの親父を誘惑できるのよ。こんなやつ、気持ち悪い。なんでうちの学校にいるんだ。いえ。もっと言ってみろ。根拠もないセクハラデマを流して、私を誹謗中傷するんだね。ゴンノクオンして警察に通報するから。さあ、もっと言ってみなよ。なんで怒鳴るのよ。やったくせに言わせないなんて。なんであなたがこのネックレスを？これはコレクターズアイテム級のダイヤよ。なんであなたの首にかかってるの？返しなさい。このネックレス、億単位の価値なんだ。私でさえ買えないのに。あなたがつけてるの、偽物でしょ？もう一度言ってみろ。ネックレスを返せ。金持ちの親父に媚び売るわけだ。見えっ張りな女だな。はははは。あんた、頭おかしいんじゃないの？偽物一つで、そんなに必死になることないでしょ？あの豪華な連番ナンバーの車、どこの大物だ？まゆ、もしかしてあなたのお父さんが迎えに来たんじゃない？確かパパが最近新車を買ったって聞いたわ。まさか迎えに来てくれるなんて、もう言ったのに。もっと控えめにしろって。さすがお嬢様ね、あの手合いとは違うわ。
金持ちに嫁ぐためなら手段を選ばない女なんて。マイユ、あなたのお父さん、若くてイケメンじゃない。あの人、私の父じゃないわ。カシズ干渉、不反ションよ。県政ジェンチン。大丈夫ですか？うん、平気。ただ、ママがくれたダイヤのネックレス、壊しちゃったの。すごく高かったんでしょ、これ。そんなものを、所詮は身の外のものさ。君が無事で何よりだ。マイユ、県政の後ろにいる男。まさかカシズ干渉だったなんて。やばい。あの人が私たちはあの人の奥さんのことをあんな風に言ってるって知ったら。私、殺されちゃうわ。マイユ、どうしよう。カシズ社長。あの女、男たらしなんです。学校でも評判最悪で、もう何番目の男かもわからないくらい。そんな女にまとわりつかれたら、病気をもらいますよ。お前は誰だ？私の父は脅しグループの会長です。常安とも取引があります。私はこういう、場違いな下賤な者たちが大嫌いなんです。ぶん殴れ。何するのよ。話して。何するつもりなの。奥様、お取りなしは無用です。このホドレイ城の父親は、常安グループの取引先です。彼女が口を開けば奥様を罵倒するのは、カシズ家の意向を傘に来ているからです。私が彼女のために取りなすわけじゃない。ただ、彼女に教えてやりたいの。虫の認識では、すべてが虫。ゴミの認識では、すべてがゴミ。物の認識において初めて、すべてが物になる。他人を尊重するというのは、私たち人間だけが持つ美徳なんだよ。あんた。さっき、私の姑がくれたネックレスを壊したわね。汚くていらないから、相場通り弁償して。そうかい？ダーリン。妻の言う通りだ。いや。ダメです、カシズ社長。お金ないんです。弁償なんてできません。じゃあ、借用書をほど家に送りつけろ。ついでに、ほど家との全取引をキャンセルだ。ダメ。カシズ社長、父に殺されちゃいます。ダメなんです、カシズ社長。それも君自身の問題だ。妻、行こう。何見てんだよ。見るものあるか。カシズ完成、怪我なんてしてないよ。あなたがこんなに早く来てくれたんだもの、どうして怪我するわけがある？さっき、学校の前で、俺のことなんて呼んだ。え？単純。彼が彼女と付き合ってた時さ。彼女が、ダーリンって甘えてて。マジ羨ましかったよ。ダーリン。
そろそろ赤ちゃんを寝かしつけなきゃ。待ってて。絶対に待っててね。早く言ってあげて。これ、彼の電話。万一何か大事な用事があって。やっぱり代わりに出ておくわ。ハンション、帰るわよ。どうして黙ってるの？私が帰るって聞いて。嬉しすぎて言葉が出ないの？彼の電話は、やっぱり直接渡そう。これまで何人もの雇い主に仕えてきたけど、金持ちの男で誠実な奴なんて見たことないよ。みんな手元の女に飽き足らず、よそを伺ってる。そんなに極端なこと言わないで。橋津社長はいい人だと思うよ。男は心の白髪子を忘れられない。比べ物にならないよ。いい加減なこと言ってたら、カシズさんに言いつけて全員追い出すからね。小木さん、彼らのデタラメ聞いちゃダメだよ。お金持ちの男って本当にダメになっちゃうの？誠実でいることってそんなに難しいことなの？確かに難しいね。俺みたいにイケメンだとさ、女一人だけじゃ、つまんないし。あ、小木さん、俺のことだよ。カシズさんのことじゃない。小木さん。ああ。なんだか放心した顔してるね。さっき。電話がかかってきて、あなたにとって大事なものかもって思ったの。だから持ってきたの。私、ちょっと電話してくる。待たなくていいから、いい子にしててね。ふう。聞いてみるべき？もし、聞いても欲しい答えが返ってこなかったら、どうすればいいの？あまりにも絶望しすぎて、あまりにもリアルで、かえって踏み込めない。大丈夫？ごめん。一日経ったよ、カシズ完成。メッセージ一つくれないなんて。まさか忙しいのかな。皆さんこんにちは。卒業をお祝いして。学校では3日後に卒業パーティーを開催します。前回の卒業式は確か7年前だったよね。なんで学校は今年急に卒業式をするの？知らないの？老先輩が帰ってきたんだよ。あの全科目トップで、その後、海外で研究してた老人月さん？そうそう、老先輩はうちの学校のマドンナだよ。優秀で優しいし、僕は彼女目当てで、この学校に入ったんだ。ああ、聞いたよ。彼女、常安グループの副社長と、すごく仲がいいらしい。彼女が海外に行った時、カシズ社長が突然人が変わったみたいになってさ。それは二人が、幼馴染でずっと仲良しだったからだよ。カシズ社長は彼女のためにパーティーに来るかもね。完成、私、帰るわ。どうしたの？黙っちゃって。私が帰ってくるの知ってるから。嬉しすぎて言葉が出ないんだよね。ルー、親友へ。昨晩、カシズ管制に電話してた女。あの声、すごく優しかったよね。きっと、すごく優秀な女性なんだろうな。あの老先輩ね、カシズ社長とは用心地味なんだよ。カシズ社長は彼女のために長年ずっと身を清めてきたのに。この女に先を越されてしまったんだよね、わあ。これが浮気相手か。
道理で学校も辞めて、どうしても子供を産もうっていうわけだ。何？ロー先輩は美人で成績も優秀。今回帰国したのは、カシズ社長が結婚するって知ったからに決まってる。わざわざ彼女を懲らしめに帰ってきたんだよ。ロー先輩が帰ってきたら、この女、あっという間に追い出される運命さ。それでも威張ってられるかな。カシズ探偵のことなら信じてる。彼は絶対そんな人じゃない。今回の卒業パーティー、お母さんがたくさんドレスを用意してくれたのよ。卒業パーティーが開催されること、彼はどうして知ってるの？今回の卒業パーティーは、私が学校に準備させたものだ。だから、そのことを知っている。風社長。私、先に行くね。お母さんが中で待ってるよ。じゃあ、この卒業パーティーも、カシズ探偵が、あの先輩のために用意したってこと？彼が用意したものだから、彼は知ってる。あら、早くこっちにおいで、ベイビー。このドレスたち、全部ハンションがあなたのために選んだのよ。どれが気に入るか見てみて。卒業パーティーの日、みんなを圧倒させて。どれも素敵ね。お母さん、どう思う？じゃあこれにしよう。うちのジャンジンは着こなしが上手だから。何を着ても似合うけど、これを着ると。特にあなたの魅力が引き立つのよ。はい。お母さんの言う通りにします。ハンション、このドレスどう？お母さん、ちょっと電話に出るね。あら。親友が戻ってきたのね。今度こそ、もう彼女を離さないわ。その子はきっとすごく優れた人なんでしょうね。ハンションと姑さんが、そんなに気に入るくらいに。どうやら、カシズ夫人は今夜、私をベッドから追い出すつもりね。今夜は一人で寝たいの。書斎で寝て。授業が終わって迎えに来てからずっと、機嫌が悪いじゃない。何か悩みがあれば、話してよ。私はあなたの夫だよ。一人で抱え込まないで。どう切り出せばいいの？もしあの女の人が彼がずっと心に留めている。幼馴染だとしたら、私がむしゃくしゃする資格なんてないわ。だって、私たちの結婚は偶然の産物なんだから。あの電話に出た女の人のこと、聞きたいの？彼女なら知ってるよ。あの人は、君がおばさんって呼ぶべき人だ。どういう意味？彼女は僕のおばだ。あなたのおば、なの？幼馴染じゃないんだ。なんで早く言ってくれなかったのよ。はいはい。全部僕が悪かった。早く言わなかったのが悪い。ごめん。あなたが悪いんだよ。全部あなたのせい。あの電話を受けたとき、心の中で1万通りも考えたんだ。もしかしたら、あなたは本当に彼女に思いを寄せてるんじゃないかって。それで私は、ただ子供のせいで、半ば仕方なくなったカシズ社長夫人。怖かったの。あなたと私の関係が、ただ私だけが、一方的に思い込んで、
それに甘んじてるだけなんじゃないかって。あなたを責める資格なんて私にはない。夫婦人。君こそが一番資格がある人だ。君が怒ろうが、焼き餅を焼こうが。実は僕、内心ちょっと自分勝手に嬉しかったんだ。嬉しすぎて調子に乗っちゃって、もっと欲しくなった。でも一番欲しいものは、やっぱり君の好きな気持ちだ。バカ。焼き餅焼き。違うよ。まだ言ってないことがあるんだ。カシズ夫人。あなたの心の声、全部聞こえてるよ。聞こえるってどういうこと？つまり、この間私が考えてたこと、全部彼にバレてたってこと？え？そんな超恥ずかしいじゃん。ハンション。あんた、豚ね。じゃあ、君は豚の女房ってことだな。ああ。もう恥ずかしくて死にそう。ジェンチン。俺は思うんだ。きっと君のお父さんが、君の苦しい姿を見かねて、君を俺のそばに送り込んだんだ。俺に聞かせるために。君のすべての悔しさを、そして心の声を。仕事あるんじゃなかったの？どうしてここに？会いたかったからさ。たった半日会わなかっただけなのに。目を閉じて。よし。うん、似合ってるよ。今日のこのドレス、気に入った。ここに来たのは、これを渡すため？うん。それに、君に会いたくて。でも、俺、これから用事があるんだ。後で新秘書に晩餐会まで送ってもらうよ。お仕事行ってきて。新秘書だって毎日あんたについて回って。大変なんだから。もう子供じゃないんだから。何をするにも送り迎えしてもらわなくていいの。じゃあ、行くね。彼女が樫津社長の奥さんよ。樫津社長、公の場で彼女の身分を証明したって聞いたわ。妊娠を利用して樫塚に取り入ったんだから、ろくな手段じゃないんでしょ。もうやめて。この前 WNU が学校の前で、彼女にちょっと言っただけで、樫津社長に何発もビンタされたのよ。方が腫れ上がったんだから。何を怖がってるの？老先輩が戻ってきたら、彼女の樫津夫人の座も終わりよ。誰があんな女をかばうっていうの？ジアンチング、もし私に謝るなら、今ならまだ間に合うわよ。そうよ、WANU はあの日あなたのせいで、散々ひどい目にあったんだから、今日こそ、そっくりそのまま返してやらなきゃ。私がなぜ謝らなきゃいけないの？よくもそんな口の利き方ができたわね。老先輩が戻ってきたら、樫津社長はあなたを樫津家から追い出す。かばう人なんて誰もいないよ。お客様、お越しです。樫津社長と老先輩が来たわ。見て。本当に素敵。さすが楊順地味ね。本物の鳳凰って感じ。あの偽物のよ鶏とは格が違うわ。
彼女がおばさまなの？お若い、道理でみんなが彼女を。風帆船の重い人だって思うわけね。確かに美しい。風帆船がこっちを見てる。先輩も見てくれた。じゃあ私。挨拶に行った方がいいかしら？急すぎるかしら？え？ちょっと待って、彼女のネックレス。先輩と同じじゃない？どういうこと？どうって先輩の真似よ。カシズ社長の気を引けずに必死で先輩の真似してるのよ。東市高潜みってやつね。みっともないったらありゃしない。あはは。こんにちは、ジアンチングさん。私はルーキシンユエです。先輩はやっぱり大人だね。自分の立場を奪った相手に、こんなに丁寧に接するなんて。先輩、私はあなたのファンです。本当にあなたが大好きなんです。大学時代からたくさんの噂を聞いていました。あなたについてのね。この女、カシズ社長の奥さんよ。妊娠を利用して成り上がったクズ。あなたが帰国するって聞いて、わざと。あなたと同じネックレスを選んだの。でも全然似合ってない。先輩の10分の1にも及ばないわ。そう。じゃあ教えてくれてありがとうね。え、先輩、どうしたの？うちのジアンチングが何をつけようと。おせっかいなあなたが言うことじゃない。私が甥っ子の嫁に送ったお目見えのプレゼントよ。私たち仲がいいんだから、同じネックレスつけて何が悪いの？あんた、彼の。そんなわけない。おばさま。私は彼女のおばです。どうしてあなたがカシズ社長のおばなの？私が若くて綺麗なのはわかってるけど。こんな優秀な甥っ子がいても別に不思議じゃないでしょ？先輩、ごめんなさい、知らなくて。あなたの言ったこと、すごく気に入らないわ。だから、ちゃんとお仕置きしてあげる。連れ出して、学籍抹消。今後一切採用しないで。先輩、やっとの思いで合格した学校なのに。先輩、やめてください。姉と甥っ子からあなたのことを褒められてたけど、今日会ってみたら。彼らの言う通り、本当に綺麗で気品があって。私も負けた気分だわ。先輩もとっても綺麗ですよ。まだ先輩って呼んでるの？干渉みたいに。私のこと、おばさんって呼んでよ。おばさん。これであなたは私の味方ね。これから誰かが彼の悪口を言ったら、私に言いなさい。ごめんなさい、おばさん。前に誤解してたみたい。干渉が全部話してくれたわ。あなたが嫉妬してたって。そんなことないわよ。ふん。登場も悪いわ。あんな余計なこと言って、あなたを不安にさせたんだから。ちょっと。わざとじゃなかったんだから。あのカシズとは違うんだ。確かに違うわね。彼ってね、だらしない男なのよ。カシズ、あなた。ああいう男はね、女友達をたくさん作らないと。自分のステータスが示せないんだから。本当に。新時代に救う害虫よ。夜の街で。中年親父予備軍になり下がるだけ。ははは。あら先輩、ひどいよ。甥のことは褒めとけばいいのに。人を引き合いに出してけなすなんて、兄弟としてどうなのよ。ざまあみろ。ケンアオ、あなたは私の甥の嫁なんだから。このモールで好きなもの、何でも選んで。私がおごるわ。そんなのダメだよ、カシズ社長。こんなにひどい目に遭わされたんだから。あいつにしっかり痛い目を見せなきゃ。じゃあ、カシズ社長のカードで。徹底的に買いまくろう。全部新作だね。
これとこれ、それにあれも。お気に召しましたら。専属のモデルが試着いたします。これと、これも。では、試着モデルをお呼びしますね。これはいらない。残り全部、包んで。ダメダメ。これ露出しすぎだよ。私の言うことを聞いてよ。経験者は違うんだから。ねえ、ベリー。カシズ社長は真面目な人だけど、夫婦の間には、ちょっとした潤滑油も必要よ。こんなの私のスタイルじゃない。わかってる。だからこそのギャップ萌えでしょ。男ってさ、ギャップに一番弱いんだから。私、男を落とす秘伝の書があるの。後で貸してあげる。これで、何人もの男を手に入れてきたんだからね。マジで？あれ？おばさん、ちょっとお腹が痛くて、トイレ行きたい。いいよ、一緒に行く。行ってらっしゃい。入り口で待ってる。あなた。おかしいな、なかなか出てこない。ここで待ってて。私が中を覗いてくる。カシズ社長、奥様があなたのカードを返却まで先来てしまいました。こんな些細なことは、今後はわざわざ報告しなくていい。はい。待って。奥様が今どこにいるか、電話で確認しろ。ついでに、新しいカードも届けておけ。承知しました。なんだって。ジアンチングがデパートで行方不明になっただと。直ちにデパートを封鎖し、出入りする全員をチェックしろ。はい。急げ。探せ。ちょっと待って。開けろ。お嬢様、中はゴミばかりです。開けろって言ってんだろ老様、こちらは当デパートの清掃員で。黙れ。開けろ。人は、デパート内はすべて確認しましたが、見つかりませんでした。不審な人物は、もう一度よく考えてみろ。一人、非常に不審な人物がいました。彼女は確かに一番早くトイレから出てきたのに、デパートを最後に出て行ったんです。全員に連絡しろ。探させろ。はい。あんたたち何をする気だ？なんで私だけこんなに苦しまなきゃいけないの？あんたは美味しいもの食べて、いい暮らしして、ちやほやされて、そのままお金持ちの奥様でいられるなんて、ふざけるな。ほどまんゆ、落ち着け。カシズ干渉の手口を知ってるだろ？私はカシズ干渉の中でどんな存在か。もしカシズ干渉に知られたら、
そんなの知ったことか。私はもう何もかも失ったんだ。たとえ地獄に落ちるとしても、あんたも一緒に連れて行ってやる。この汚れた女が。どうやって貸し菅の奥様を続けられるか、見せてもらおうじゃないか。おい、お前ら二人、そろそろ話し終わったか。俺の時間をこれ以上無駄にするなよ。いい加減にしろ。話して。これが20万。うまくいったら動画を送れよ。ジェンキン。この、清除面したクソ女め。社会的に葬ってやる。近づかないで。奴がいくら払ったんだ？俺は倍払えるぞ。金なんてどうでもいい。俺様はまだ。社長夫人ってどんな味なのか知らねえんだ。今日こそ何が違うのか確かめてやる。近づかないで。叫べよ。どんなに叫んだって誰も助けに来やしねえ。この美薬の効き目には誰も逆らえねえ。安心しろ。今日はたっぷり満足させてやるぜ。誰かがここで夫人が連れ込まれるのを見たと言っている。もし夫人に何かあったら、このホテルは閉店だ。承知いたしました。あ。やめて。ジェンキン。大丈夫か？なんで今頃来るのよ。俺の弾が潰れた。ジェンキン。君は力もない弱女子なのに。どうやってあいつをあんなグロい姿にしたんだ？私、あの舌を蹴ったの。そしたら動けなくなっちゃった。私、すごいでしょ？褒めてよ。美薬だ。奥様には高濃度の美薬が仕込まれていました。この様子だと、副作用でしょうん。さっき、あれを蹴ったら。そしたら彼が。ジアンチング。う。カメラが黒幕の顔を捉えている。程家の令状だ。チェン WANU。全員、ぶっ潰せ。一人も残すな。わかりました。暑い。服脱ぎたい。ジアンチング。あなた、冷たくて気持ちいい。抱きしめたい。カシズ社長、苦しい。助けて。なんであなたなの？
大丈夫？怪我は？昨日私をいじめたチンピラかと思ったわ。大丈夫ですか？すごく痛いよ。薬を取ってくる。いや、それより。キスしてくれたら治るかも。からかってるの？うん。昨日私を助けてくれたの、あなた？あなたが自分で自分を救ったんだよ。あ、うん。私、なんでこんなことしちゃったんだろ普段は清楚な奥様なのに、裏では。こんなに強引な一面があるなんてね。う。それで、あの媚薬の後、私、すごく乱暴だった？うん、かなり乱暴だったよ。ああ、もう、恥ずかしすぎる。でも、俺は好きだ。さて、もう一回やるか。さっき、俺を叩いたんだから、キスで返してもらわないと。舌、入れて。いいね、舌を入れるなんて覚えたんだ。誰に教わった？うん。おばさん。おばさんが教えてくれたの。もし嫌だったら、これからやらないよ。私たち、卒業したよ。貸し図鑑賞はまだ来ないの？何をやってるんだろう。ちょっと黙ってて。聞いて。ジエンチン。君に出会う前は、俺は、もう何も感じない人間だと思ってた。でもあなたが僕の手を握ってくれた。僕を死んだ水たまりから引き上げてくれたんだ。君が笑うとき。君が助けを求めるとき。君が悔しそうなとき。どうして今まで来てくれなかったの？そのすべてが僕の心を揺さぶる。覚悟はできてるか？僕と手をつないで一生を歩む。昔は思ってた。僕の運命は、
多徳郡夫婦によって、一生安らぎがないものだと。でも運命は、君を僕のそばに連れてきてくれた。少し幸せすぎて有頂天になっちゃった。カシズ社長、しっかり。僕を掴んでおいてくれよ。僕ってやつ、結構意地悪なんだ。しっかり捕まえてやる。君を離す隙も与えないから。